はい、こんばんは、中根です。はい、今回はね、天ぷらをね、作っていきたいと思います。はい、ですけどね、油を使うとちょっと危ないのでね、油を使う油は使うんだけど、たっぷりとした油の中にね、入れて天ぷらを作るっていう方法だと、ちょっとね、危ないんですよ。僕もちょっとね、昔ね、やっぱね、料理をね、やった方がいいんじゃないかなと思ってやった時に、油の中に火が入ってしまってねちょっと大変なことになったことあったんですよね。ですからそれ以来ね、天ぷらっていうのはちょっとやったことがなかったんですけども、まあ やったことないっていうかね、やらないようにしてたんですけども、今回はね、油をね、少量でね、やるっていう方法でやっていきたいと思います。はい、まずね、下準備下準備ね、はい、ナスね、ナスとかね、ピーマンだとかね、玉ねぎとか椎茸とかいろいろ用意してあります。はい、レンコンとね、椎茸と、あとね、かまぼこじゃなくてちくわね、これ用意してあります。はい、これを天ぷらにしていきたいと思います。ちくわあります。ちくわのね、磯辺焼け的なものね、これいいと思うんですよ。で、それで、これをね、開けます。あれ、開かないじゃん。ちょっと待って。嘘。しょうがないな、使うか。はい。で、ちくわ開けて、多いかな。まあ5本あるんですけど、このままだとさすがにあれなんで、縦半分に切っていきます。はい、これね。切りました。千切りね。よし。こうでいいのかな。はい。そういえばね、フライパンじゃなくてね、包丁ね、買ったんですよ、普通のやつ。三徳包丁。使いやすいです。あと、これ人参3分の1ね、これも皮は剥いてあります。千切りにするということなんで、まずね、薄く切っていきます。うわぁ、ちょっと人参やっぱ硬えな。ちょっと待って、くっついちゃう。あれちょっと怖いんですよ。それなりにちょっと硬かったりとかするんで。なんでや。はい。で、これでこういう風に並べて、これもね、ちょっと熱いけどいや。使いやすいね。そう、使いやすいっていうか。よし。こんなのかな。はい。はい。そしてから、なんだっけ、玉ねぎか。玉ねぎあります。玉ねぎ半分だったね。まずね、皮を取ります。ね。よし。これいらん。よいしょ。皮後で。よし、いいんじゃないこれ。多分こうですね。ちょっと待ってね。こうだ。よし。薄切りですって。これでいいんだ。はい。これでいい。はい。玉ねぎ切りました。はい。まずね、ここをヘタ取ります。取って、まず、半分にして、縦切りにして、縦1センチの薄切りにする。こんなもんかな。それで、よし。はい。これをね、水にさらすって、なんかアクがあるらしいんで、水にさらすらしいんで、ちょっと水に入れましょう。ざるがあるんで。合ってんの？まあいいや、これでちょっと水にさらしていきます。はい。よし。レンコンね。これも切っていきます、薄く。これはね、僕が食べたいと思って買ってきたんですよ。よし、はい、レンコンでしょ。はい。で、椎茸は、このままですね。一応この、なんだったっけ、茎というかこれを取った状態になっております。はい。こんな感じになってます。これでね、下準備はとりあえず、完成ですね。あとナスだ。まあ、ナスはあるんですけど。はい。ナスを、今ね、レンジでね、温めてきました。3分ぐらいね、やってきました。はい。これでね、準備はね、
下準備は完了です。はい、それではですね、衣になるものをね、作っていきましょう。これちょっとどけます。ボウルを用意しまして、はい、水がね、130cc、150ぐらい一緒、ちょっと多いんでね、150ぐらい。はい、薄力粉大さじ6だ。うちにあったんですよ。はい、1、はい、2、3、4、5、はい。水がちょっとね、多めにしてあるんでね、量も少し、心なしか少し大盛りに近いような感じでやってます。で、はい、これで薄力粉はもういいでしょう。それから必要なのは、これね、片栗粉。片栗粉が大さじ3になっております。よいしょ。はい。これですね。あとマヨネーズがね、大さじ3杯ですね。おー、プッと。プップップー。はい。ちょっと落ちないから、ちょっとこのままでいいや。はい。はい。あとこれをかき混ぜていきます。ダマになっててもいいとか書いてあるけど、いいのかな。卵は入れなくていいのかな。どうなんだろう。なんとなく小麦粉とか使う卵を入れたくなっちゃうような気持ちになるんだけど。で、これはもういいや。いらない。フライパンにね、油大さじ3。大さじ3を入れます。よいしょ。はい。それで、中火で熱します。大丈夫かな。中火で温めます。はい。温めていきます。よくね、油の温度がちゃんとね、上がったかどうかなってるからね、はい、それではね、油の温度がどうかな。はい。ジュって言ってるんで、このぐらいでいいんじゃないかなと思います。それではね、はい。ナスをね、先ほどのこれに入れて、で、ちょっとやっていきたいと思います。はい。ナス、これ入れて、よいしょ。大丈夫なのかな。はい。はい。これこっちがいいのかな。なんか動かさない方がいいらしいんですよね。で、油のあるところでやった方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。これで、焼き色がついたら裏返しするっていうんですけども、焼き色このままじゃ見えません。で、あとね、フライパンもね、これテフロン加工のフライパンなので、ちょっとね、こういう風にね、真ん中が少しね、山のようになっているような感じがあるんですよ。っていうことなので、油はね、外側の方にね、寄っちゃうようなね、感じですね。まあちょっと見てみるか。ちょっと裏をね。どうだろう。まあいいや。ちょっと焦げてるよ。ちょっと待ってくれよ。これくっついちゃってるよ。よし。待って。裏返しにしよう。こうか。こうだね。はい。まあ、いいんじゃない。まあ、いいんじゃないこれね。今、大変なことに気がついて、この、天ぷらを揚げて、できたやつを揚げるお皿が、ね、適当な大きさのお皿がないということに気がつきました。ね、やっぱね、物を減らしてんですよ、どんどん。もうね、もうだんだん動けなくなってくるからっていうんで、物もそんなにいっぱいいらないだろうってことで、食器とかなんかも、変えてるんですよ。まずね、瀬戸物だと落として割るとかね、重かったりとかするんで、できるだけプラスチック系のね、やつに変えてます。ですから、壊れたりとかっていうのはないんですけども、ただね、弊害がありまして、だからね、油汚れもね、取れないんですよ、なかなかね。それだけちょっとね、
失敗だったかなっていう感じもしたりとかしてます。これもうちょっとやる。いいかな、これで。まあ、ナスなんかでも、ね、生でも食べられるから。よし、いや、これでちょっと揚げちゃおう。はい。入れます。よし。これね、ちゃんとしたその天ぷらとか揚げた後に揚げるためのお皿みたいのあるんですけど、ちょっとうちにはないので、ちょっとこのまま揚げちゃいます。で、やるとしたら、あれですね、キッチンペーパーをね、下に引くぐらいしかできないんで、はい。ちくわくんを、はい。ちくわくんをここの中に入れてと。よし。はい、ちくわね。ちくわね、多いんですよ。で、あとはできるだけね、触らない方がいいっていうふうに書いてあるので、やっていきましょう。はい。うわ、くっついてる、やべえ。やばいぞ、ほら。まあいいや。この辺からさ、やってんだよね。やっぱりあれだね、思ったようにっていうかさ、本当に油で揚げてるっていう感じのものとは少しちょっと違った感じにはなってるよね。なんかさ、お店で売ってる磯辺揚げとはちょっと違う感じになってんです。ずいぶん油吸ってるね。大丈夫だろう。ね。はい。はい。はい。いいんじゃないですか。はい。じゃあこれを揚げていきましょう。もうこれだけですごい量なんですけど、ちくわ。ちくわとナスですごい量。はい。油も相当吸ってんじゃないのかな。ねえ。いや。なんか、この揚げ玉みたいなのできてるし。ちょっと油ね、ちょっと出します。油をプラス大さじ2杯ぐらい。次、レンコンと椎茸やっていきます。はい、ここに入れて。やべえ、入んねえ。ちょっとこれも入れとこう。とりあえずこれが終わってからだな。ちなみにこれ1個。1個食べる。一応ね、天ぷらになってこれも。どうしいたけ。しいたけの天ぷらなんて普通あんのかな。なんとなく適当にやっちゃったんだけど。多分水分が多いんだろうね。はい。いや。うまいよ、これ。作りながら食べちゃってるんですけど。まあ見た目はね、しょうがないよね。素人が作ってるんだからさ。もういっか。いいよね。そんな。しいたけ別に大丈夫だろう。さーっと火通れば大丈夫だから、この辺はね。レンコンちょっと心配だけどね、ちょっと硬いしさ、本当に火通ってるのか心配な気もしないでもない。いや。よし。はい、次。はい、次。先ほど残りのね、レンコンをね、やります。よいしょ。これでもあれだよね、天ぷらってやっぱりさ、揚げたてが美味しいからさ、その揚げてる時間っていうのもちょっともったいないよね。待ってなきゃいけないからね。だからね、こうね、揚げたてをね、今、ちょっとずつつまみ食いしてます。これもね、はい。赤っ。うまっ。
十分でしょ。はい、これね。で、それでこれやった間に、はい、次ね、なんだ、玉ねぎとかピーマンどうするのかなってね、かき揚げにするみたいなんで、これね、残ったこのタレというかね、でこれに全部投入します。で、今度だ、レンコン。お、いいじゃない、ほら。ね、ほら、もう揚げます。下にね、乗っけちゃいます、これね。レンコンを揚げちゃいます。はい。はい。こんな感じになってます。彩り良くないね。で、それで、ここにね、またさらに、ちょっとね、かき揚げ系にするんで、油ちょっと足んないで足します。ネットで調べた、レシピでは、種類がもうちょっと少なかったんでね。で、油の追加はそんな多くなかったんですけど、1回なんですけど、ちょっとね、椎茸とレンコンを追加したということで、ちょっと多めにしました。いやー、下汚れてんな。またこれ掃除するの面倒だな。そうなんですよ、これね。こうやってさ、やるのは楽しいんだけどさ、後片付けは大変でさ、もう毎回言ってんだけど。よし、どうだ。よし、どういいんじゃない？よし。ね、だってまとめてって言ってもまとめてできないんだもん。量が多すぎ。あれじゃな、ね、はい。多分こうにやるってことなんだと思うんだ。2個ぐらいでいいかな。3個。まだ作れる。ここにも作っちゃおうか。3個できるか。3個、4個作っちゃおうかな。あとこれ食べ。小麦粉はちょっと足んないんだよね。それぞれ。まあでもこの辺の野菜はでも生でも食べられるもんだからね、別に火通ってなくても大丈夫なんだけどさ。まあでもうまくね、それなりになんかかき揚げ的な感じになってほしいよね。見て、今の段階でこうです。すげえ。やべえな。はい。よし、ちょっとこれ裏が、もうちょっとかな。くっついてないな。もうちょっと火通そうか。そう、問題はね、これね、ひっくり返すとかそれなんだよな。方法はあるんだけど、あんまりやりたくないな。これね、この、ほら、ね。方法はないわけじゃないんですけど、ちゃ。いやー、普通に売ってるかき揚げとやっぱちょっと違うぞ、形が。いや、多くは望まない。とりあえずくっついて火通ってくれればいいや。野菜なんかもさ、ちょっとずつっていうかさ、買ってきて、それで小分けにしてこういう風にね、こう作ったわけだけど、やっぱりカゴにさ、そこそこの量になったもん、野菜これ。ちょっとずついただいてます。まあまあいいじゃないか。どう？カリッとはいかないけどしょうがないね、これね。ほら、崩れちゃってる。いや。揚げます。油すごい吸ってるし。よいしょ。うわぁ。これ投入します。油はちょっとあれだけど。あと1個分。
これはこういう音だよね、かき揚げのやつ。ちょっとこれがこの衣的なものがちょっと足らなかったのかな。ちょっとこれで少しね、火の近くに持ってってよいしょ。1個だけやっちゃおうね。1個だけ、これ火が止まっちゃってる。やべ。これね、時間経つとね止まっちゃうんですよ、安全装置が。ちょっとよかった。でも安全装置効くことが分かってよかった。やっぱね、もうボケてるわけじゃないんだけど、ね、最近ね、そういうミスというかさ、若い時にはありえないようなさ、忘れ物とかってするんで、やっぱ安全装置はちゃんと効いた方がいいんですよ。だからそれが確認できてよかったですね。よし。やばいよ、これ。天ぷらとはいえ、ちょっと、ね、ちょっと残念な、あれだけど、まあいいや。衣が。でもね、味はね、悪くないですよ。今までね、今ね、ちくわとレンコンと、ちょっとね、つまみ串、まあ、ナスとつまみ食いしてますけど。で、よくありがちなのが、こうやって時間かかるものやるじゃないですか。作るじゃないですか。そうすると、その間に、すでに完成しているものをこうね、つまみ食いしてしまうっていうね。で、つまみ食いをしてて、お腹がいっぱいになってしまうと。いいよね。もう油相当つってるよね、ほら。いや、こんなもんで。よし。じゃあ、止めちゃおう。危ないから。よし。いいんじゃないこれで、ほら。よいしょっと。はい。こんな感じですね。はい。はい。天ぷら完成ですね。はい。油で揚げないというかね、炒めたっていうのかな、温めた感じの、作り方でやってみました。ちょっとね、べちゃべちゃしてる感じがありますけど、これは僕の腕が悪いっていうことだと思います。でね、これちょっとね、揚げてみましょうか。もうかき揚げはもうあれなんでね、この辺のレンコンとかほら、いい感じじゃないですか。ね、ほら。って思いますよ。あと、かき揚げはちょっともうしょうがないね、これね。はい、ちょっとべちゃべちゃになってます。はい、それではね、食べていきたいと思います。天ぷらね、はい、揚げないで、少ない油で作った天ぷら、食べていきたいと思います。はい、レンコン。で、これはね、もうめんつゆ、できてるめんつゆを、天ぷら用にね、希釈したやつになります。十分です。ちょっとね、台所がね、ちょっと汚れちゃったりとかってあるんですけど、まあでも作れます。あと、かき揚げ大変なことになったら。これだけね、これだけやっぱちょっと難しかったね、かき揚げはね。衣すごい美味しい。ちょっと半分ぐらい切ってるの。べちゃべちゃです。これね、かき揚げはね、難しいからね。ちょっと何回か練習しないとダメだと思う。かき揚げは難しい。あと単品のね、ナスだとか、こうちくわだとか、この辺はね、まあまあいい感じです。意外でしょ？コーラ飲む。コーラで、口の中をちょっとリセット。いやー、油にね、コーラってなんか合っちゃうんだよね、本当に。いやー、あんまり良くないんですけどね。まあまあね、いいと思います。でやっぱりね、さっき言ったように、単品だとまあまあうまくいきます。だけど、かき揚げ系はちょっと難しいかな。これはね、ちょっとね、技が必要なのかもしれないですね。はい。ということでね、かき揚げをね、やんなきゃね、多分ね、
そこそこちゃんとできると思います。そんな難しくないですね。薄力粉と、片栗粉と、あとマヨネーズね。それと水ですからね。それでこうやるだけなんで。はい。あとはね、野菜をこう、刻んだりっていうだけなんで、はい。ぜひ、お試しください。はい。ね、僕は過去ね、その油の入った鍋でね、こうやって天ぷら揚げてる時に、そこにちょっと火が入っちゃって、大変な思いしたことあったんですよ。だからずーっとね、天ぷらだけはね、やらないで買ってたりとかっていう感じだったんですけども、なんていうんですか、油を少なくして、こういう風にやるっていう方法がね、まあ、あるんでね。で、まあ、その、本当にね、お店で売ってるような天ぷらっていうところまではいかないですけども、なんかね、天ぷらをお腹いっぱい食べたいなっていう時は、こういうのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。うまいです。はい、ということでね、この動画がいいと思ったら高評価、もしくはチャンネル登録していただけると嬉しいです。あとね、もっとね、いい方法があるっていうのがありましたら、なんかね、コメント欄とかね、入れてくれると嬉しいです。はい、ということでね、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。でそれではね、また次の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。バイバイ。いや、意外と良かったね。はい。